ですね、これ最初の撮影なんですけど、なんとですね、さっきレシピ本の撮影してまして、飲みながらやってまして、かなり出来上がっております。ということでですね、今回はそんな出来上がった飲み太郎が作るですね、締めのスープもう締めんのかいみたいな感じですね。至高のね、卵スープ。僕が好きなお店とかだと最初にね、スープをお通しで出してくるとことかもあるんですけども、スープってね、実は皆さん酒飲めるんですよ。ということでですね、今回はお酒もいけるし締めにもなるというですね、もうほんと全知全能のスープを作っていきたいと思います。至高の卵スープです。リュウジのバズレシピ。じゃあ材料紹介いきます。これね、材料で簡単なんですよ。これ卵ね、卵、エッガとこれ英語でなんていうの、ネギ、ロングネギです。じゃあ2分の1本、まあ大体 60g ぐらいのね。はい、もうこれだけ。卵スープですから、今回はですね、もう本当に存在感のあるおまけじゃないこの卵スープ、これをやっていきます。ということでですね、今ちょっと氷結飲んでたんですけども、氷結めちゃめちゃうまいんですけども、ちょっとね、僕いいのもらってね、これね、レモンサワー、お店で漬けたやつなんですって。塩レモンって書いてありますよね。これね、レストラン塩のね、鳥羽シェフからもらったんですね、これね。これめちゃくちゃうまいんですよ、この、ね、レモンサワー。しかもね、料理に合うの。さすがシェフのレモンサワーだよね。これ飲みたい。はい、ちょっと濃いけどまあいっか、飲み太郎だからね。香りがいいんだよね。これね、ちょっとレシピ教えてもらいたいけど、ちょっとあんまりおいそいと聞けない、お店のもんだから。ということで飲んでいきたいと思います。いただきます。これ超うまい、本当に。このレモンサワーだけ飲みに行きたい感じもあります。ということで、強力な助っ人を手に入れた僕はもう何でもできますんで、何でもやっていきたいと思います。はい、じゃあまずね、やっていきたいと思います。長ネギを切ります。僕長ネギこうやって切るんですけどね、皆さんお好みでいろいろ切って、とにかくみじん切りにすればいいんで。大好きなのは日本酒と塩、はい、レモンサワーじゃねえんかっていう感じですね。はい、こんな感じですね。こんな感じでみじん切りにしていただければ大丈夫です。卵スープなんですけども、このネギってね、やっぱりね、薬味の効果がね、流れぎってあるんでね、これちょっと浮かべるとぐっとスープに高級感が漂いますんで、最近ね、俺一杯で酔っ払っちゃうんだよね。これでもう沸かしていきます。はい、まず卵スープもいろいろあると思います。もう今回ね、しっかり存在感のあるスープに仕上げたい。まず水をね 500cc、 これね 3,4 人前はあります。まずね、火かけます。でここに、調味料をね入れていきます。いつも僕そうめんシャンド使ってるんですけど、今回ウェイパーです。はい、小さじ1半。これがねスープのベースですね。僕はね卵スープ鶏ガラで作るんで、小さじ1半入れてください。これがスープのベースになります。そしてですね、ここですね、これはね入れる方と入れない方いらっしゃるんですけども、オイスターソース、これでね甘みとコクがつきますんで、これお醤油より僕はオイスターソース派なんで、オイスターソース小さじ2杯入れます。これでコク甘み全てつきます。香りもつきますしね。でここに黒胡椒ね、削るタイプがあるんで、はい、これは好みなんですけども、僕の好みで言うと、まあ思ってるで3倍ぐらいの胡椒入れた方が僕向きなんで、これぐらい入れると結構つまみにいいんですよね。スープをつまみにする男なんで。で沸かします。沸かしてる間にね、鍋、これなんで鍋でやるかっていうと、卵溶くだけなんですけど、ここ注ぎ口あるじゃないですか。注ぎ口があるもので溶いた方がいいんですよ。ここからね細い糸を垂らすように卵を、やると綺麗に仕上がるんでね。はい、なければないで別にボウルでもいいです。はい、ここに卵2つ割り入れます。はい、でここでこれも鳥羽シェフにもらった菜箸なんですけど、これもねパスタをいっぱい茹でても折れない箸なんですけど、でこれでこんな感じで、これね完全に溶いちゃっていいです。親子丼作る時とかあんまりかき混ぜないでとか言ったりするんですけども、卵スープの場合はもう全部かき混ぜていいです。そうすると黄金色のスープになりますんで、ね、今もう締めに向けていってますんで、こんな感じでよーく溶いてくださいね。でこのスープっていうのはお通しで飲んでもいいんですけど、締めに飲むのが一番美味しいので、自分を締めの状態に持ってきます。これ全部飲んだら締めの状態に持っていけるかもしれないですね。沸きましたね。沸いたらねちょっと弱めの火にします。
でここに片栗粉でねとろみをつけていく。片栗粉ね、これを小さじ2杯。中華スープ、まあ卵スープでとろみつける方とつけない方いらっしゃると思うんですけども、僕はちょっとつけた方がね好きです。はい、食べ応えがあって。でここにお酒ね大さじ1半で、お酒もね清酒がいいです。清酒が、料理酒はねちょっと塩味がつくんですよね。で塩味を考慮すれば料理酒もありです。この片栗粉お酒で溶くんですね。こうすることによって香りがつくんですね。はい、スープに。さっきはねコク漬けもあるんですけども香り漬けもありますんで、この中華スープにこのお酒の香りすごく合います。で弱火にしたらここに回し、入れていく。はい、で混ぜてください。で混ぜたらちょっとね火強める。ちょっと煮立てることによってこの片栗粉のとろみがね定着するんですよ。ちょっと火を入れるんですね。このとろみのスープがね本当に美味しいの。とろみがついたかどうかはねこうするとちょっととろっとしてくるんですよ。はい、これで分かりますから。はい、そしたら卵を入れていくんですよ。で卵ちょっとダメ押しで溶いて、でここ重要です。こうねかき混ぜながらこうちょっとこう水流を作るんですね。水流を作りながらこう糸を垂らすように入れていきます。最初はね3分の1程度。あんまり一気に入れすぎちゃうとスープのね温度が下がっちゃうんですよ。スープの温度が下がっちゃうと卵がこんなふんわりいかないんですね。すっごいふんわりいってるでしょ。これなんですよ。これめちゃめちゃ美味しそうじゃないですか。ですぐ固まってくるんで、固まったらもうかき混ぜて OK。 そしたらもう一回かき混ぜます。この水流を作って、でここにまたこう入れていきます。糸を垂らすようにね。はい、3回ぐらいに分けた方がいいかな。はい、はい、こんな感じ。はい、ほらめっちゃ綺麗でしょ。めっちゃ綺麗な黄金スープになるでしょ。これなんですよ皆さん。この綺麗なこの景色を見ながら飲みます。固まってきたんで回して回しながらこうやって糸を垂らすように、卵をね入れていく。そうするとねもうふわふわの、この時の火加減っていうのは弱火で平気ですからね。これね弱火で決して煮立たせない。煮立たすと卵がねコションになっちゃうんでね。そしたらですね、ここに長ネギ、固まったら長ネギこれ最後に入れてください。最後に入れると、シャキッとした食感が残りつつも香りが出ますから、これをちょっと回していく。この卵が固まったらもういくらもかき混ぜても大丈夫なんで。はい、ということでなんと僕の締めのスープ、至高の卵スープ完成になりました。はい、ということでできましたのでいただきたいと思います。いただきます。これ絶対合うよ。レモンサワーとこの卵スープいただきます。いただいちゃっていいかな。いいと思う。はい、いただきます。ほんとこれ好き。味がすっごいしっかりしてて、卵スープってねこんなに普通卵入ってないんですよ。なんですごく具だくさんで、そして後入れの長ネギがシャキッとしてて香りが立ってめちゃめちゃ美味しい。これはね味もしっかりしてるんで少しご飯入れて卵クッパみたいな感じにしてもめちゃくちゃうまいです。いけるね酒ね。これねお通しで出してもいい、締めでもいい。始まりと終わりのスープ、名前を付けました。そしてここで味変カンフジェネいきたいと思います。やっぱねもうお酒も飲んでることですし、ラーの油ですね。ひとたらし。調理過程でごま油的なもの使ってないんですよね。なんですけども香りの強い油を入れるとまた化けます。最高です。そしてスープより先に酒を飲み合ってしまうというこの罪、これがね五臓六腑に染みてあります。スタッフチャンス。締めの状態の人、これ何で出した？このまま入れて。あ、このまま。あ、そう。男なんで。はい、飛ばさを飲んでもらいます。うまいよな。塩レモンこれ多分ちょっと塩入ってると思う、ね、俺何も味聞いてないけどめっちゃ好き。これめっちゃうまいよね、これねやばいんだよ。レストラン塩で出してるレモンサワーをうちのレモンサワーうまい頼んでくださいって言って、そりゃ鳥羽さんがうまいって言ったらうまいよな。これはうますぎる。定期的に買いたいこれ。いやもうなんかこれダメです。至高の卵スープの回なんで、レモンサワーの回じゃねえから。レモンサワーで1本取りたかった。レモンサワーの回じゃないから。じゃあすみません、いただきます。う
うまいだろ。これもうまいわ。割とスープ得意なんだよね。卵ふわっとしてて、長ネギがさちょっとシャキシャキしてるからさ、これがなんかこう楽しいでしょ、食感的に。ちょうどいい。まあ締めだね。もうちょっと塩入れればお通しでいける。さっき作ってるところちらっと見て美味しそうだから、なんかもう次の日の朝用かなって少し思ってたんだけど。次の日の朝用で取っとくとね。まあ今日飲むからね。どっちかというと次の日の朝の方がダメージ大きいから。哲也はね。俺はね。俺も大きい。大きいよね。次の日だから年中使えるってことですよ。まあそういうことですね。だからご飯入ればクッパーみたいになるし。そうだね、味しっかりついてるから。でちょっとラー油の魔法かけてみよう。これはもう完全に焼肉屋さん系の。これやるとちょっとつまみスープみたいになっちゃうね。これは夜ご飯で食べたい。これは夜ご飯でうまいよ。いやもう今日閉まりました。本当ありがとうございます。もういやいやごちそうさまでした。本当にこれから飲むから今胃の具合落ち着いたでしょ。はいはい、乾杯。よっしゃ。じゃあ今日の皆さんバズレシピ劇場はいかがでしたでしょうか。まずね、もうスープはもう絶対的にうまいですね。あとはもうこれ紹介してもみんな飲めない。だからお酒飲めるこの状態になったらレストランしように行っていただいた方がいいと思います。ただね俺ねこれの作り方を教えてもらいたい。本当にうまいこれ。ということで至高の卵スープぜひ皆さん試してみてください。